外人ですか？外人はダメ。日本に行ったのがいつ？1985年。タクシー呼んだらね、止まらない。こう電柱の後ろで隠れてこう手だけを出すって止まってくれる。外人だからできないっていうのはよく言われたからやってみせろ。ずっと勉強続けたっていうのは大きいですね。大家族フォーサイス家のジョーです。去年の7月に出した動画が非常に人気でしたので、またこのスペシャルゲストを呼んでいます。はい、こんにちは。クリスです。僕の父親のクリスを呼んできました。反響はあった？いろんな人から見ましたよ。僕の教え子の学生とか子供ラグビーのコーチとかコメントも全部読んでちょっと嬉しかったです。今日は続編ということで父親の生い立ちについてまずは聞いていきます。じゃあ生まれたところはシドニー、もう育ったのはすごい田舎、シドニーから300キロ西の方。町の名前はカナウンドラ。隣町カウラ、これは結構有名です。日本とつながりあるでしょ、キャウラ。うちは競走馬の生産場だった。300ヘクタールの牧場で馬200頭、乳牛、食用の羊と卵のための鶏、あと犬猫、そういう自然と、動物がいっぱいある環境に育った。男5人で僕は次男でした。オーストラリアの牧場田舎で育って当時60年代って言ったらまだ白豪主義の時代でほとんど白人しかないです。で先住民が全く違うところに住んでて、うちの町に先住民いなかったんですね。みんな名字はイギリス系かスコットランドかウェールズかアイルランドだけでした。でそういう全く日本と接点がないような場所で育ってどういうふうに日本とつながりを持つようになったか外国語と全く縁がない田舎ですね。うちの町から100キロぐらい離れたバテストという町の寄宿学校に行ったんですね。で中高6年間1部屋30人のすごい厳しい環境の中で学校生活しましたけど、フランス語だけが選択あったんだけど僕は取らなかったです。高校の仲間が一人フランス語を取って、で彼がやっぱ外国語に興味があって、田舎の学校でね、外を出れないスポーツしかないんですね。ラグビーとかクリケットとか。仲間と一緒に話して、いつか外国行きたい、英語を喋れない国に行ってみたいと。高校卒業して成績はそんなに良くなかったんだけど、一応大学の入学できたけど、それを決定でシドニーに行ったんですね。でシドニーで働いて、高校の仲間と一緒に1984年に初めての海外旅行に行ったんですね。でそれはヨーロッパだった。初めて外国語と触れ合ったんですね。フランスでフランス語のビールの注文、ドイツもドイツ語でできて、すごい感動したんですね。こうガイドがね、6カ国語できたっていうことは、これはすごいなと思った。逆に何も外国語できない私はどんなに弱い立場にあるということで、当時シドニーの通関業者で働いてて、帰ったら夜間で大学で外国語を勉強しよう。旅行の中のスペインのマドリードで泊まってたホテルに日本の大学卒業旅行のバス8台と泊まってて、そしてちょっと交流があって、ホテルの中のディスコのバーでカウンターで英語の教員になるこの女の子がナフキンにローマ字とカタカナ全部書いてくれた。これは日本の文字よ、これだけだったら簡単なと思って、ちょっと大きな勘違いだったけど、それ帰ってきて勤労学生が行ける夜の日本語のコースを探して、シドニーのマコリ大学に2つあった。でそこで日本語を初めて勉強して、あれからもう勉強楽しくてしょうがない。仕事しながら車の中のカセットにね、日本語をこう聞きながら勉強して、ウォークマンで教材を聞きながらバスで大学に行ったりして勉強熱心になった。初めて聞いたけど、自分も24歳の時にマドリッドにスペイン語の留学に行って、スペインに縁があるかな当時オーストラリア人が持ってた日本に対するイメージは、一つはね、かつて敵国だった国ですね。でもそれと反対に The Samurai という日本の時代劇、隠密剣士、私の世代の人はすごいこの The Samurai という人はヒーローだったんですね。だからこのかつての敵国とすごいヒーローという両面があって、オイルショックの後の日本はもう経済成長と満員電車で人が多いという、よく働くというイメージがあったんですね。で日本に行ったのがいつ？ 1985年。それはね、観光だったんですね。観光で行った3週間。
ちょうど阪神タイガースが優勝した時に僕は大阪にいたんですよ。すごい日本語が上達したから、オーストラリアの大学で勉強するよりも日本に行って飛び込んで勉強した方がいいと思って、ワーキングホリデーで行く計画をした。教科書に出てくる言葉ってほとんど日常会話で使わないような気がする。まあ英語の教科書も大事ですよ。僕の目的は語学ですね。日本語できるようになりたい。シドニーでワーキングホリデーの子がいっぱいいたんですね。それで英語が上手な人とそうでない人はなんかはっきり区別してたんですね。で、大体あんまりできない人は共通点は名門大学、いわゆるいい仕事をしてて、ツアーガイドとか、免税店で働くとか、名門大学、和食レストランとか。逆にそういう人の方ができるイメージある。そうだけど、そんなに大した英語ができなかったら、逆にね、何にも学歴もない人で普通の仕事してる、普通のレストランでウェイターとかウェイトレスしてる人。普通のっていうのはそのローカルのね、日本人がいないところ。そしてオーペア、住み込みの子守とかお手伝いさん。この人たちはね、英語がすごい上等だったんですね。だからそこから学んだ。で、私は日本に来て英語の先生しな他の外人と交流を避けて、僕は日本人の青年と同じような仕事をしたい。昔アルバイトニュースという雑誌やったんですね。レストランとか居酒屋のウェイターの仕事を募集して電話して、すいません、ここ見たんですけどお決まりですかって聞いたら、外人ですか？外人はダメで、ずっと断られっぱなし。まあそれは続いてもう東京辞めて大阪に行って、東京がダメだった。ダメだったね。そしてやっと福岡で一人オーストラリアで知り合ったワーキングホリデーの人がある店を紹介して、で面接して、厳しい顔で店長で、じゃあちょっと検討してみますと。で1週間後、はい、じゃあ採用、アルバイトで採用。しかもアルバイトなのに寮に泊まることができて、でそこから1年間の厳しいアルバイト生活だったけど。アルバイトって何のアルバイト？ウェイター。居酒屋とか。居酒屋とね。あとカラオケもあったんですね。大学生がコンパ行くような、そしてカラオケの司会とかオーダーを取って料理を作る、厨房もやりました。焼きそばの作り方からもう全部覚えて、でそれもきつい。午後5時から夜3時までラストまでゴジラと呼ばれて、そのシフトね、3時は終わるけどお掃除とかね、そして店長の長い話が始まる僕はね、もうこの店長の話もういいやと思いながら、他のバイトをみんなこうじっと聞いてるから、我慢しないといけないな日本人我慢強いと。店長はダラダラ話すけど、帰りに屋台で食べるんですね。で店長必ず怒ってくれる。それはすごい助かる。もうオーストラリアはそんなにしないんですよ。ありえないだから厳しくするけど、その優しさがあるということが分かって、日本らしい、なんか昔ながらの、1年間それをやって、日本語能力試験2級合格して。2級あったらどのくらいできる？まあ日常会話はね、いろいろあるんですよ。仕事はできたんだけど、漢字は1000字ぐらい。僕あれから1級目指したいということで、すごい仕事を迷い込んで、実はテレビのリポーター。そのレポーター時代のクリスさん知ってました？そうですね、髪が黒い、結構スマートで全然違うんだけど、それずっとやってたんだけど、仕事は週に1回ぐらいずっと日本語学校に通ってた。テレビのリポートをしながら日本語学校に通って、そして能力試験1級合格した。何のリポートした？いろいろ見たことない？いや見たことあるけど暮らしの知恵っていうテーマだったんですね。やっぱカメラの前で立って日本語で喋れないといけないんですよ。自分の第二言語で、しかも24歳から学んだ言語で、間違ったらカットでこうやり直しっていうのね、プレッシャーがあるから、しかも特に福岡だけど九州全部回ったんですね。いろんなものを見て、いろんなものを学んだんですね。だからその仕事は、まあ仕事としては良かったけど、すごい勉強になった。アルバイトでもオーストラリアで働いてた時とどこが違った？給料3時までだけど仕事が続けて、サービス残業はね、でも誰も文句言わなかったから、僕も文句言わなかったんですね。正社員はね、めっちゃ働いたんですよね。ほとんど休んでない。これもびっくりしたんですね。ここに馴染もうとして同じように働いて、僕も頑張りましたね。やっぱオーストラリアの名誉がかかってるから。あとね、やっぱよくね、外人だからわからないと言われたら、それすごいムカついたんですよ。こうキャベツの切り方切っててね、僕は店長が、いやーこれ外人が日本の切り方わからないとね
教えてくれればできるんですよ外人だからできないっていうのはよく言われたからやってみせろっていう気持ちが湧いてきて。当時は外国人お断りっていう居酒屋とかもいっぱいあったとか言って客として入れない。それがあったんですね。アパートパ借りようートとした時に相当難しい。もともと外人お断り、そして保証人が必要。であとあれでしょ、不倫ですって言って電話したら空いてないですって言われて、うちの母親の旧姓使ったら空いてるって言われた。そうね、タクシー呼んだらね止まらないこう電柱の後ろで隠れてこう手だけを出すって止まってくれるそれホームステイとかいろいろしたんだけど、公団今 UR あれね、国籍関係なく保証人いらない、収入証明だけがあったら入れたからね。だからそういう外人の不利とかあったけど、日本にそういう関係ないっていうところがあったのね。あとで大変なことはね、ビザの更新。昔入国管理局に入ったらね、僕ら顔見ててもう帰るやろって言われたんですよビザはいろいろ取るの難しいんですよ。今はね、もう永住権があってビザいらないけど、並ぶの大変っていうね、みんな。昔は外人が少ない時、特に福岡は楽だった。もうほとんど誰もいないんですよ。東京、大阪、名古屋ダメで福岡に来て、福岡ってでも結構ローカルの文化が残ってるところで、福岡にじゃあ外国人として飛び込むためにやったこと。例えば山笠、僕が出たいと友達に頼んで紹介してもらってから4回出たんです。あれでも相当きついんでしょ。きついですよ。直旅入って豆をできるんですね。肩とかあざになる。いや、僕はね、身長はもう高すぎるから180できないんですよ。183もうずっとだから後押し日本にとってね、野球はすごい大事な文化の一部だから、野球を知らないとダメっていうことで草野球チームに入ったんですね。クリケットずっとやってたからある程度できたでしょ。でもやっぱ技術は違うなと、楽と思ったけどそうでもなかったんですね。そのおかげで何年か前に WBC が日本であった時に、WBC の公式記録員がニューヨークヤンキースタジアムの記録員だったから、僕はずっとその専属通訳をしてて、自責だと非自責だの違い分かる？非自責の違い。earned run and an unearned run。いろいろ勉強しましたよ。ラグビーもやりましたよ。地元のチームに入って、そこからやっぱりいろんなつながりができたんですね。30何年前知り合った人はね、まだ交流があって、日本のラグビーとずっとの付き合いが続いたんですね。最後にこれはやっておいてよかったなと思ったこと。いろいろあるけど、ずっと勉強続けたっていうのは大きいですね。日本語その能力試験とかね、オーストラリアの通訳の国家資格を取ってワープロ検定も取っていろいろ取ったんだけど、それをもっと認めてくれる形にするには、僕は30代に大学院に入ったんですね。イギリスの大学院に入って、まだみんなその時まだ小学生ちっちゃい時、日本について何でもかんでも知ってるつもりだったけど、やっぱ大学に入って勉強して知らないことがいっぱいあって、すごい勉強になった。修士号を持って卒業したおかげで、いろいろその後の仕事、大学の仕事とかね、このオーストラリアの翻訳者の国家資格を取って、戸籍謄本とか住民票とかいろいろ頼まれる。学費は高いけど、そして時間とかねいっぱいかかったんだけど、本当に30代に2年間頑張って大学院の学位を取ったおかげで、子どもたちにいろんなことは提供できる。経済的な余裕ができたんですね。留学とか大学進学とか、友達にもそのアドバイスしてるんじゃない？そうですね。もう一つは2003年に3人とお母さんをオーストラリアに行って1年間小学校に通わせたことは、あれはすごい良かったですね。逆単身赴任みたいな感じで。そう私は日本に残って国家弁当ばっかり子供たちが経験を生かせて、バイリングに近い。バイリングいろいろあるけど、結構英語とそのオーストラリアのことを分かるようになった。さっき言ってた翻訳の資格の話は、実は親子どっちも持ってて、なかなか日本で日本語から英語の翻訳特に持ってる人って少ない。そうですね。まずね、日本で翻訳者の国家資格はない。通訳案内士がツアーガイドの資格はあるけど、国家資格はないんですね。手を挙げて私は翻訳者ですと誰でもできるんですよ。オーストラリアはもう移民国家だから言葉すごい大事ですね。
だから国家資格があって、国家資格を取るには相当苦労するんですね。試験はね相当難しいし、倫理問題から社会文化の問題もあって、試験を受けた時に翻訳は確か両方についてたんですね。8の通訳は医療と司法だったで、医療は影穴手術っていう手術の通訳とかですごい専門的。英語から日本語と日本語から英語、これ別の試験、別の資格ですね。翻訳は日本語から英語のこの資格持っている人は少ないんですね。でもこれ一番需要がある。なぜならオーストラリアに日本人が移住したい時とかビザを取得したい時に日本語の書類を英語に翻訳しなくちゃいけなくて、このナーティっていう資格を持っている翻訳者が翻訳したものの方が受け入れられやすいというライトがたくさん翻訳をしてるということで、もしオーストラリアに行くために必要な書類があれば概要欄に連絡先を書いてますので、もう毎年戸籍謄本200通ぐらい翻訳するからもうすでに翻訳した人がいるかもしれないけど、はい、じゃあ今日いろいろ聞いていきましたけど、また皆さんからコメントをいただけましたら、撮っていきたいと思いますので、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。